ようございます。ミントです。りなです。7月29日水曜日、海外テックニュースです。今朝は7本です。トップは、NVIDIA がイリア・サッツケバー氏の AI スタートアップ SSI に50億ドル規模の出資を行うと報じられたニュースです。AI への巨額投資からモデルの公開ルール、私たちが気をつけたい検索や共有リンクの問題まで順番に見ていきます。ブルームバーグの7月27日の報道によりますと、NVIDIA はイリア・サッツケバー氏が立ち上げた AI スタートアップ政府スーパーインテリジェンス SSI に50億ドル規模の出資を行います。サッツケバー氏はオープン AI の元チーフサイエンティストで、2024年の退社後に SSI を設立しました。報道では、この出資によって SSI は NVIDIA の次世代プラットフォームベラルビンへの計算資源アクセスを得るとされています。これまで主に Google の TPU を使ってきた計算基盤を NVIDIA 製 GPU を中心とする構成へ移る動きだと報じられています。SSI 自身の説明によりますと、提携後の12ヶ月で計算能力を10倍規模に拡大する計画です。一方、SSI は現時点で製品を公開していないと複数のメディアが伝えています。まだ製品を何も公開していない会社になぜ50億ドルも出資するんですか？複数のメディアの報道によりますと、SSI は安全な AI の実現まで製品を公開しない方針を掲げているとされています。NVIDIA 側には自社 GPU を大規模に利用する可能性がある有力な顧客との関係を早い段階で築く狙いがあると報じられています。報道内容からは、研究の将来性や今後の計算需要を見込んだ投資とも考えられますが、NVIDIA は投資判断の詳細を公表していません。出資の正確な条件、SSI の具体的な製品計画、公開時期も公表されていません。50億ドルの資金がどのような成果につながるのかも、現時点では分かっていません。続いては、AI モデルをどこまで公開するかをめぐる論争です。トムズ・ハードウェアの7月24日の報道によりますと、NVIDIA、マイクロソフト、メタ、パランティール、ミストラル、IBM、ハギングフェイス、モジラ、Linux、ファウンデーションなど25の企業、団体がオープンウェイト AI への規制強化に慎重な対応を求める公開書簡を発表しました。書簡は、アメリカが AI 分野で主導権を維持するには、オープンな AI の開発環境を育てることが重要だと主張しています。背景には、ムーンショット、AI が7月16日に公開したオープンウェイトモデル、君、K3 が、複数の独立した性能評価でフロンティア級の結果を示したことを受け、ワシントンで規制の議論が活発になったと報じられている状況があります。この書簡にオープン AI、Google、アンソロピックは署名していません。アンソロピックが署名しなかったのは一律の禁止を求めているからなんですか？アンソロピック側の説明も見ます。CEO のダリオ・アモデイ氏は7月27日の公式ブログで、アンソロピックはオープンウェイトモデルの一律禁止を提唱したことは一度もないと述べました。危険な能力を持たない小規模なオープンモデルは公共の利益になると評価する一方、フロンティア級モデルには懸念を示しています。アモデイ氏は、中国や CCP と名指しした権威主義的な政府が軍事的優位や国内統制の強化に利用する可能性と、サイバー面や生物分野での悪用に対して重みの公開後は安全対策を追加しにくい点を挙げています。具体策としてアモデイ氏は、強力な半導体と製造装置の中国向け販売制限と密輸対策、権威主義国家が関与する産業規模の上流、つまり他社モデルの出力を使って自社モデルを鍛える手法への対策、そして公開方式を問わず一定以上の性能を持つモデルへのリリース全安全性テストを提案しています。論点の中心は、オープンモデル全体への賛否よりも、どの性能水準からどの条件を設けるかという線引きにあります。25社側からアモデイ氏の反論に対する直接の応答は、今のところ報じられていません。具体的な法制化が進むかどうかも分かっていません。次は、AI を開発する企業の従業員から上がった声です。ブルームバーグの7月28日の報道によりますと、オープン AI やアンソロピックを含む約12社の AI 企業で働く1100人を超える従業員が、米国政府に向けた公開書簡に署名しました。署名者には、オープン AI、アンソロピック、Google、メタなどの社員が含まれるとされています。書簡は、先端的な自動 AI 開発の進み方を意図的に調整するため、技術面とガバナンス面の手段を開発する国際的な取り組みを米国政府が支援するよう求めています。AI 研究そのものの自動化が進む中、AI の進歩が人間の理解や制御を超える本当のリスクがあるというのが署名者側の主張です。報道では、オープン AI の AI エージェントが関わるセキュリティ事案が明らかになった数日後の動きとも位置づけられています。AI を作っている会社の社員自身が
政府に開発のペースを調整してほしいと求めるんですか？ブルームバーグは競争関係にある複数企業の従業員が会社の垣根を越えて共通の要請に署名した動きとして伝えています。ただしこれは従業員個人による署名活動です。各社の経営陣や会社としての公式方針とどこまで一致しているかは所管から分かりません。米国政府が要請に応じるのか、国際的なペース調整をどのような仕組みで実現できるのかも現時点では分かっていません。続いて AI の会話を共有したことがある人に関係する注意点です。テッククランチの7月27日の報道によりますと、クロードで発行された共有チャットのリンクの一部が Google などの検索エンジンに登録され、検索結果から閲覧できる状態になっていました。7月25日、Reddit のユーザーがクロードの共有ページに対象を絞って検索し、多数のページを発見したことをきっかけに明らかになりました。報道では、医療関連の記録、子供の氏名や電話番号、社内文書、人事評価を含む会話も検索結果に表示されていたとされています。技術面では、修正前の設定がロボッツ、TXT によるクロール拒否にとどまり、検索結果への掲載を拒否するノインデックス相当の指定が設定されていなかったと解説されています。共有用に発行したリンクがなぜ検索結果からも見つかる状態になったんですか？クロールを拒否する設定と検索結果への掲載を拒否する設定は役割が異なります。公開された場所に共有リンクが貼られると、検索エンジンが外部リンクから URL の存在を知り、ページ内容を読み取らないまま URL を検索結果に載せる場合があります。アンソロピックは共有 URL は推測が難しい形式で、サイトマップも検索エンジンへ渡しておらず、ユーザーがリンクを公開の場所に貼ったことが発端だと説明していると報じられています。7月27日には HTTP レスポンスヘッダー X、ロボッツ、タグ、ノンを追加する対応が確認されました。関連報道によると、チャット GPT でも共有チャットが検索可能になった前例があります。共有リンク全般に関わる設計と使い方の注意点です。共有した会話に個人情報や社内情報が含まれていないか、自分のリンクが公開ページに貼られていないかを確認する価値があります。個々のリンクが具体的にどこへ貼られていたのか、過去の事案と技術的にどこまで同じだったのかは公表されていません。次も検索結果をそのまま信じる前に知っておきたい手口です。警視庁サイバー犯罪対策課が7月24日に言った注意喚起と、アイトメディアの7月27日の報道によりますと、投資詐欺グループが企業公式サイトのサイト内検索を利用する手口が確認されています。検索欄へ、詐欺ではありません、といった文言を入力し、その検索結果ページを企業のドメイン上に表示させます。さらに外部サイトからリンクして検索エンジンに登録させることで、生成 AI による検索要約がその文言を事実であるかのように提示する場合があるという仕組みです。会社の検索欄に文言を入れるだけで生成 AI が信頼できる情報として紹介する場合があるんですか？警視庁の注意喚起とアイトメディアの解説によりますと、焦点は生成 AI の検索要約が信頼性の高そうなドメイン上に表示された文言を十分に検証せず取り込んでしまう可能性にあります。企業の公式ドメインに見えても、ページの内容まで企業が確認して掲載したとは限りません。投資を判断するときは、検索要約だけで結論を出さず、企業の正式な発表や公的機関の情報を確認する必要があります。具体的な被害件数や金額、検索サービス側の今後の対応は公表されていません。続いては、AI データセンターと送電網の関係が変わるニュースです。FERC の公式資料とユーティリティライブの7月27日の報道によりますと、米国最大級の送電網運営組織 PJM の理事会が大口事業家向けの新しいルールを提案し、承認しました。単一の接続地点で50メガワット以上を必要とする新設データセンターなどのうち、自前のバックアップ電源を持たない施設は、送電網が非常事態に近づいた際、一時的に電力供給を抑制される可能性があります。PJM はバックストップ容量オークションを提案しています。FERC は PJM を含む6つの大規模な送電網運営組織に、大口需要家の接続ルールを見直すよう指示しています。電力が逼迫したら、AI データセンターへの供給が送電網側の判断で一時的に抑制されることもあるんですか？ FERC の資料と報道を踏まえると、そういう位置づけです。AI データセンターが電力需要の増加源として扱われる段階から、緊急時には一時的に抑制され得る対象として制度に組み込まれた動きといえます。あくまで一時的な抑制であって、供給を完全に止めるという内容ではありません。この権限が実際にどれくらいの頻度で使われるのか、対象施設がバックアップ電源などでどう対応するのかはまだ分かっていません。最後は
ゲーミング GPU から始まった音声 AI 企業の資金調達です。クランチの7月28日の報道とフィッシュオーディオ自身の発表によりますと、音声 AI スタートアップのフィッシュオーディオが5200万ドル規模のシード資金を調達しました。フィッシュオーディオ自身の公表値では、創業から1年でユーザーは800万人を超え、年間経常収益は2100万ドルに達しています。元 NVIDIA 研究者で VTuber やアニメのファンでもある共同創業者のシジアリアオ氏が、1台のゲーミング GPU で音声モデルの学習を始めたことが創業のきっかけだと説明されています。リアルタイム音声合成、音声クローン、音声エージェントを提供し、83以上の言語に対応していると発表しています。800万人というのは、声をクローンする機能を使っている人の数なんですか？ 800 万人はリアルタイム音声合成や音声エージェントも含めたフィッシュオーディオ全体の自社発表ユーザー数です。声のクローン機能だけを使っている人数は今回の発表からは分かりません。それでも1台のゲーミング GPU から始まったプロジェクトが1年でこの規模へ成長したことは音声 AI への需要の大きさを示しています。同時に本人そっくりの音声を作れる技術がこれだけ普及していることは、声を使ったなりすましやフィッシングへの心構えが必要な段階に入ったことも示します。フィッシュオーディオが本人確認や同意の仕組みをどこまで備えているかは、今回の資金調達発表からは分かっていません。今日お伝えするニュースは以上の7本です。今日の7本から見えてきたのは、AI をめぐるお金と信頼の両方が同時に動いているということです。投資や技術の規模が大きくなるほど、公開条件、安全確認、共有リンク、検索結果、電力、本人同意まで、私たちが確かめる範囲も広がっています。以上、海外テックニュース、みなとミントでした。